こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、まだ柚子で発酵した発酵柚子作ろうと思います。お願いします。ネットでね、調べてたらね、見つけたんですよ。発酵皮をね、刻んで発酵させたらやっぱし甘くなって、すごいいい薬味になるんですって。お魚にもお肉にもサラダにも野菜でもね、何でも合うそうなので作ってみたいと思いました。はい、これ小さい柚子10個ほどあります。11個だけど10個ぐらいあります。その皮をね、刻みましたよ。全部今一生懸命刻みました。で、入れ物も消毒しました。それでね、この皮をね、刻んだ皮をね、消毒した入れ物に入れていきます。これだいたい 900g ぐらいあります。900g にね、柚子の搾り酢を 100cc と塩を 5g 入れて混ぜてね、3日ほど置くんですって、常温で。そうしたら3日ぐらい経つと発酵してね、もう優しい酸っぱさになるそうですよ。それでね、今度これ刻んだので、今度この柚子のね、搾り酢をね、10cc ほど100cc ほど作りたいと思います。絞ってね、すごい楽しみ。お肉にも合うし、蒸したお魚とかにも合うんですって。ポン酢と一緒だね、きっと。私思うけどポン酢みたいになるんだと思います。それをね、ネットでやっていたので私もしようと思いました。そして今柚子をね、絞って 100cc ほど作りますよ。この柚子は小さいのでね、私11個使ったけど 900g ぐらいでいいそうで、大きいのだと5、6個で、なるみたい。なんでもね、発酵したら甘くなるもんね。よいしょ。ちょうどもらったのがあってよかったですわ。ね、もういっぱいしてしまったし、柚子味噌も柚子ジャムも柚子大根も、次何しようかって探してたとこなんです。柚子のパンも作ったし。よいしょ。そしたらちょうどこのね、発酵柚子っていうのを発見してよかったですわ。もうすっごく飛んでね、さっきから。よいしょ。もうだいぶなったでしょうか、100cc に。よいしょ。もうちょっとです。
もうちょっと頑張りましょう。これ全部したらちょうどいいんだきっと。飛ぶんですよね。よいしょ。跳ねるっちゅうのか。よいしょ。もういいでしょ。楽になったでしょ。ほら、はい、で、よいしょ。そしたら塩 5g なので小さじ1杯入れましたよ。そして混ぜましょう。なんで混ぜよう。箸でよく混ぜて、ここ入れていきますよ。ちょっと溶けたかな。よいしょ。そして混ぜますね。混ぜます。これだけでいいんだから簡単ですよね。柚子を刻んでね、こうやって柚子酢を入れて塩を、柚子が 900g、 この皮が 900g で、柚子酢が100で塩が 5g で混ぜて、冷蔵庫入れないで常温でね3日ぐらい置いたらね、いいそうですよ。楽しみ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 。はい、そうしてラップするんだって。密閉の意味を兼ねてペタッと空気触れないようにおしふわしておきます。はい、そして蓋をして、はい、できました。発酵柚子3日ぐらいしたらね、常温に置いときますね。楽しみ楽しみ。はい、今日は発酵柚子してみました。ありがとうございます。見ていただいて。プリンセスモナコ